悪魔。バテレン・ウルガンの目には他の人の見えないものまでも見えたそうである。ことに人間を誘惑に来る地獄の悪魔の姿などはありありと形が見えたという。ウルガンの青い瞳を見た者は誰でもそういうことを信じていたらしい。少なくとも南蛮寺のデウス如来を礼拝する奉教人の間にはそれが疑う余地のない事実だったということである。古写本の伝わるところによれば、ウルガンは織田信長の前で自分が京都の町で見た悪魔の様子を物語った。それは人間の顔とコウモリの翼とヤギの足とを備えた奇怪な小さな動物である。ウルガンはこの悪魔があるいは塔のクリンの上に手を打って踊り、あるいは四つ足門の屋根の下に日の光を恐れてうずくまる恐ろしい姿をたびたび見た。いや、そればかりではない。ある時は山の法師の背にしがみつき、ある時はうちの女房の髪にぶら下がっているのを見たという。しかし、それらの悪魔の中で最も我々に興味のあるものは、何がしの姫君の腰の上にあぐらをかいていたというそれであろう。古写本の作者は、この悪魔の話なるものをウルガンの風雨だと解している。信長がある時、その姫君に化粧して、かつて自分の意に従わせようとした。が、姫君も、姫君の二親も、信長の望みに応ずることを喜ばない。そこで、ウルガンは姫君のために弦を悪魔に借りて信長の棒を諌めたのであろうというのである。この解釈の逃避は、もとより今日に至っては、いずれとも決することが容易ではない。と同時に、また我々にとっては、むしろいずれにせよ、差し支えのない問題である。ウルガンはある日の夕べ、南蛮寺の門前で、その姫君の腰の上に一匹の悪魔が座っているのを見た。が、この悪魔は他のそれとは違って、玉のように美しい顔を持っている。しかもこまねいた両手といい、うなだれた頭といい、あたかも何事かに深く思い悩んでいるらしい。ウルガンは姫君の身を気遣った。二親と共に熱心な天主教の信者である姫君が悪魔に見入られているということはただごとではないと思ったのである。そこでこのバテレンは腰の側へ近づくと、たちまち尊いクルスの力によって難なく悪魔を捕らえてしまった。そうしてそれを南蛮寺の内陣へ襟髪をつかみながら連れてきた。内陣には御主ヤソキリストの偶像の前にろうそくの火がくすぶりながら灯っている。ウルガンはその前に悪魔を引き据えて、なぜそれが姫君の腰の上に乗っていたか、厳しく司祭を問いただした。私はあの姫君を堕落させようと思いました。がそれと同時に、堕落させたくないとも思いました。あの清らかな魂を見た者は、どうしてそれを地獄の火に汚す気がするでしょう。私はその魂を、嫌が上にも清らかに曇りなくしたいと念じたのです。が、そうと思えば思うほど、いよいよ堕落させたいという心持ちもしてきます。その二つの心持ちの間に迷いながら、私はあの腰の上で、しみじみ私たちの運命を考えておりました。もしそうでなかったとしたら、あなたの影を見るより先に、おそらく地の底へでも姿を消して、こういう浮き目に遭うことは逃れていたことでしょう。私たちはいつでもそうなのです。堕落させたくないものほど、ますます堕落させたいのです。これほど不思議な悲しさがまたと他にありましょうか。私はこの悲しさを味わうたびに、昔見た天国の朗らかな光と、今見ている地獄の暗闇とが私の小さな胸の中で一つになっているような気がします。どうかそういう私を憐れんでください。私は寂しくって仕方がありません。美しい顔をした悪魔はこう言って涙を流した。
古シャボンの伝説は、この悪魔の成り行きをつまびらかにしていない。が、それは我々に何の関わりがあろう。我々はこれを読んだときに、ただ、こう、呼びかけたいような心持ちを感じさえすればいいのである。ウルガンよ、悪魔と共に我々を憐れんでくれ。我々にもまた、それと同じような悲しさがある。